今回は解体人形ジェニーについて、歴代のカードを厳選してまとめてみました。手札破壊の代名詞とも呼べるクリーチャーであり、完全上位互換が出たにもかかわらず愛されている大人気のカードです。今回はそんなジェニーの歴史をまとめてみましたので、ぜひ最後までご覧ください。それでは、早速参りましょう。解体人形ジェニー。最初に紹介するのは解体人形ジェニーです。こちらはかなり昔から存在するカードにもかかわらず、今でも強力な1枚となっております。その性能ですが、コスト4の闇のクリーチャーでデスパペット。登場時に相手の手札を見て、その中から1枚選び、相手はそれを捨てることとなります。いわゆるピーピングハンデスと呼ばれる効果ですね。この効果の強い点は、確実に相手の動きを遅らせる点です。例えば、このカードを使われる側に立って考えてみましょう。あなたは先行で、次のターンで5マナに到達します。5マナともなればゲームを大きく動かすカードが、手札に1枚や2枚揃っていることになります。事前にマナ加速等を挟んでいれば、7マナ以上に達することも、そうなれば次のターンに勝利をつかむことも難しくありません。そんな中登場したのはこの解体人形ジェニー。相手はあなたの手札を見て、その中からあなたの切り札を選びます。そうするとあら不思議、次のターンの明確な動きが消えてしまい、あなたは泣く泣くターンを返さざるを得なくなってしまいました。このように、このカードは他の多くのハンデスカードと違い、相手の手札を見た上で1枚選ぶことができます。そのため、相手の次のターンの動きを阻害しつつ、状況に応じて他の手札の対策を練ることも可能です。このように、出すことが明確なアドバンテージになるのが、このカードのシンプルゆえに強力な点なのです。特攻人形ジェニー。続いて紹介するのは特攻人形ジェニー。こちらはコスト2の闇のデスパペットで、登場時に自身を破壊することで、相手の手札を見ずに1枚選び、それを捨てさせるという効果があります。イメージとしては古参カードのゴーストタッチに近いですが、このカードがゴーストタッチより明確に優れている点、それはこのカードがクリーチャーであるという点です。現在競技シーンで使われているこちらのカードの主な使い道は、このバラドキシカルファクトリーから蘇生する方法です。このカードはコスト4の水と闇の呪文で、手札を2枚引き、かつ2枚捨てながら、墓地からコスト2以下のクリーチャーを2体まで蘇生できます。つまり、手札に抱えておいた特攻人形ジェニーを、最初の手札交換能力で捨ててみたり、2ターン目3ターン目に出した特攻人形ジェニーを、墓地から蘇生して再利用してみたり、その用途は多岐にわたります。また、このカードのすごいところは蘇生能力だけではなく、ジェニーを2体同時に蘇生することで実質的に、手札交換を行えるスケルトンバイスが生まれるということです。今でもその強力さゆえにプレミアム殿堂入りに指定されている、最強クラスのハンデス呪文ことスケルトンバイス。その効果を超えたリターンがこのコンボでは成り立ちます。また、バラドキシカルファクトリーなしに考えてもこのカードは、余った2コストで手札破壊が可能なカードとして、一定以上の活躍を見込めるカードになっています。このコスト2のクリーチャーであるがゆえの器用さが、このカードの評価を大きく上げている要因なのです。ちなみに、対抗馬に次回時の効果でハンデスかマナ加速か選べる、悪魔妖精ベラドンナがいます。こちらは一見上位互換のように見えますが、ジェニーは単色であるという明確な差別化ができているので、一概にどちらが強いか、という話はできません。密かで華麗なる解体。続いて紹介するのは密かで華麗なる解体です。こちらは光と闇のコスト3の呪文になっていて、相手の手札を見てその中から1枚選び、それを表向きにして相手のシールドに加えます。このカードは効果自体は解体人形ジェニーに似ていて、シールドを送りにするという点が異なっています。とはいえ、このカードは解体人形ジェニーと比べても、大きなアドバンテージを獲得できるカードになっています。まず一つ目に、コストが3であること。解体人形ジェニーはコスト4であるため、1コスト軽いです。最近のデュエルマスターズは高速化が進んでいまして、3ターン目にこれを打つか、4ターン目にジェニーを出すかで、天と地ほどの差が生まれてしまうのです。一応ジェニーもマナ加速を積めば3ターン目に出せますが、手札を2枚消費しているというのが厄介な点になっています。そのため、手札1枚で完結するこのカードは優秀となります。二つ目に、シールドを送りにすること。シールドはデュエルマスターズにおける命そのもので、増えれば増えるほどいい、という印象がつきます。しかしこのカードに限っては話が変わってきます。というのも、解体人形ジェニーのような捨てさせる効果は、相手が墓地利用系のデッキだった場合、痛手になりにくく、逆に利用されてしまうことも多々あります。
ですが、このカードは相手の手札をシールドに送るので、よほどのことがない限り利用されることはありません。また、シールドトリガーを利用される可能性についても、ハンデス系のデッキは基本的に相手をハンデスし続けて、最終的にシールドトリガーで返せないような状況を作り、一斉攻撃を仕掛けて勝利する形が多いです。近年では99キュラックスを使用してハンデスしながら時間を稼ぎ、最終的に相手を特殊敗北させるのも流行っています。とにかく、現代のデュエルマスターズのハンデスデッキには、シールドトリガーが有効だとならない場合が多いです。そのため、シールドトリガーを埋めることになっても、さほど困ることはありませんし、なんならこのカードは手札を見た上でシールド送りにできるので、シールドトリガーを避けることも可能になっています。と、このように落とした手札を利用する手段を削り、相手の動きを大きく阻害するのがこのカードの長所です。会心ジェレニー。続いて紹介するのは会心ジェレニー。こちらはオレガオーラと呼ばれるカードタイプで、実質アドバンスフォーマットでしか使えないカードです。その性能についてですが、コスト5の闇のオレガオーラ、ターン終了時に自分のクリーチャーを1体破壊する代わりに、コストを1下げることができます。また、登場時に解体人形ジェニーと同じ効果を使えます。このカードの最も優れている点は、オレガオーラである点です。ここでオレガオーラについて改めておさらいしておきましょう。オレガオーラは、ガチャレンジクリーチャーと連携したカードです。場のガチャレンジクリーチャー1体に装備させるか、ガチャレンジ召喚をしてそうして出したクリーチャーにつけます。このガチャレンジ召喚というのがなかなかにクセモノ揃いでして、登場時に条件付きで3ドローするエナジー CX20、登場時に条件付きでコスト5以下をマナから出すマリゴルドサード、登場時に条件付きでコスト8以下を蘇生する読み字、登場時に条件付きで解体人形ジェニーするカット、登場時に一方的に勝つに決まっているザガーンガチャレンジ、などなど、オレガオーラのおまけとして登場するには、いささか強力すぎるカードたちが揃っています。一応、サイキッククリーチャーやドラグハートと違い、こちらがガチャレンジ召喚されるクリーチャーを選ぶことはできず、ランダムな内容のガチャガチャを引かされることになります。しかしこのガチャガチャ、当たりしか入っていません。開発者の方々は、ランダム要素が絡む以上、少し強くしすぎても問題はないだろうと考えていたようです。しかし狙ったカードを出したいんだったら、何度でもガチャレンジを繰り返すのがこのゲームです。というかそもそも、解体人形ジェニーの効果に加えて、雑におまけのような効果を追加すること自体が間違っています。と、このように主にガチャレンジクリーチャーがやらかしていたせいで、オレガオーラも必然的に強くなっていき、このカードはジェニー界最強とも言えるカードになりました。ちなみに今ではガチャレンジクリーチャーはメタカードも流行り、以前のような理不尽感は消えることとなりました。精神呪文だラクマ。最後に紹介するのは精神呪文だラクマ。こちらは厳密にはジェニー関連のカードではありませんが、ジェニーに似た効果を持ち、かつイラストにもジェニーがいるので、今回紹介させていただこうと思います。さて肝心の性能ですが、闇の4コストの呪文で、相手の手札を見て1枚選んで捨てさせる解体人形ジェニー効果と、シビルカウントといって、場に闇の魂とかクリーチャーが、合計2つ以上あれば、1枚ドローできる効果があります。比較対象としてよく挙げられるのはブレインタッチ。こちらは相手の手札を見ないで選び、1枚捨てさせ、その後無条件でカードを引くことができます。このカードより、ダラクマが優れている点はいくつかありますが、やはり相手の手札を見た上でハンデスできるのが強いです。見ないでハンデスと見てハンデスでは大きな差があり、稼げるアドバンテージの量も大きく変わってきます。さらに、このカードは単色である点も評価できます。デュエルマスターズでは多色が多くなってしまうと、動きが鈍くなってしまうという特徴があります。それを回避できるこのカードはかなり強力です。それに、条件付きとはいえドロー効果を持っているのも、非常に優秀と言えるでしょう。とはいえ、あちらはコストが3であるがゆえに、様々な呪文踏み倒し手段で利用することができます。加えて、こちらのドロー効果はクリーチャーか魂度が、場に2体も揃っていないと発動することができません。条件が少し厳しめに設定されているのです。なので、無条件でドローできるあちらの有効性も、なかなかに吟味が必要な内容になってきます。コスト、色、条件、ランダムか否か、様々な要素をデッキや環境を見ながら吟味し、適切なカードを選択して勝利しましょう。今回は、サムネにもなっている解体人形ジェニーについて、小ネタを交えながら紹介してきました。解体人形ジェニーは大昔から存在するカードですが、その強さが今でも健在であると伝わったでしょうか。
デュエルマスターズはハンデスが頻繁に行える数少ないゲームです。そのため、この手のカードも活躍しやすいのでしょうね。皆様のコメントお待ちしております。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価で、応援よろしくお願いいたします。